こんにちは、暮らしとコーヒーの動画です。今日のテーマはこちら、円錐ドリッパー頂上決戦ハリオ V60 ネオ対フラワードリッパーです。オッケー。暮らしとコーヒーの動画。はい、こんにちは。こんにちは、暮らしとコーヒーの動画の僕と夏美店長です。立て続けに出てるといいね。はい、この動画がね。僕さんがはい、頑張り次第みたいなところありますが、はい、みんなが気になってたやつを早々にやります。はい、暮らしとコーヒーはコーヒー愛好家の皆様の気になるをできるだけ早く解消してお届けしたいというチャンネルになっておりますので、ぜひチャンネル登録を、チャンネル登録よろしくお願いします。今回早めに言っとこうと思って。はい、もうどんどんやっていこうと、っていうのがやっぱ SCAJ で大量にドリッパーがリリースされたと、で検証できてないやつがまだそこにいっぱいあるんですよ、はい、ですのでここをまず最初に片付けとかないと、みんな納得できないだろうと、でフラットボトムっていう下が平たくなってるやつはもうあれは別です、別で考えてください、あれはもう競技が違う、競技が違う、はい、でみんなが多分一番使ってるのは、円錐ドリッパーなんですよ。ハリオの V60 が歴史を築いてきたんですよね、もう世界中に広がって、で円錐ドリッパーの時代っていうのがまさに今です。もう大体円錐ドリッパーです、ご家庭はね、競技は違うんだけど、でその中で20年ぶりの進化として出てきたのがこちら、V60 ネオ、前回の動画で V60 と比べるともう絶対買い替えた方がいいと、レベルの超絶優秀ドリッパーでした、ここまで褒めるのが異常事態なんですけど、むちゃくちゃ良かったと、でみんなが気になってるのはここから先ですよ、もう一つ、こちらフラワードリッパーですね。はい、カフェクのフラワードリッパーですね。これ暮らしとコーヒーはもともと V60 を使ってました。10年ぐらい。トスティーのコーヒー時代から数えると、10年ぐらい V60 を使ってて、コロナをきっかけにいろんな道具を触るようになった結果、ホームドリッパーがこのカフェクのフラワードリッパーに変わったんです。でも5年ぐらい使ってますね。なんだかんだね。その時はなんでこれに変わったんだろう。こっちの方が明確に味がいいから。全然出てくる味が違って、抜けも早いし、ペーパーの自由度も高いし、とにかく優秀っていうこともあり、もうこれに変えました、もうすべてのお店のすべてのドリッパーがハリオ V60 が貫落し、フラワーが上がってきた。そうですね。で今僕らの動画を見てくださってる皆さんも、やっぱりこれを持たれてる方が非常に多いんですよ、やっぱその時に V60 から買い替えたら幸せになれるよっていうので、これに買い替えた人が多くて、じゃあフラワー、カフェクのフラワーからネオに買い替える必要があるのか、そこです。気になってると思うんで、これはもう早くやろうと、今から浅入りと中深深入り、2ハゼ以前と2ハゼ以降2種類、これで全ての抽出が完結するんですけど、酸味系と深み系ね、これを両方を同じレシピで同じように全く同じに入れてみて、アイレアっていうねスーパードリップマシンで、で味がどう変わるのか、これを比較検証してみたいと思います。では円錐ドリッパー頂上決戦2025、行ってみよう。やってみよう。よし。これさ、よかったらネオに交代するってこと？可能性があるってことですね。そういうことですね。暮らしとコーヒーの動画。それでは早速のアイレアに入れていってもらいたいと思います。レシピはこんな感じです。4等式の50、60、60、50ですね。まずリンスペーパーをね、ドリッパーと密着させていきます。これが真の比較検証ですよ。楽ちん。そう、SCAJ でこれお披露目したじゃないですか。むちゃくちゃ好評でしたね。で結果東京店を使って、触れる機械を豆持ってきて自分のレシピ作れますよみたいなことをやろうかなっていう話をしてて、導入気になってた方、ぜひ東京店に予約して遊びに来てもらったら自分の豆で抽出レシピが作れると、購入検討者様限定ですけどね。頭の中でこういうレシピどうかなって思って作るじゃないですか、それをまずこのマシンで試してみて、そこから手に落としていくみたいなこともできるんですよね。マシンは間違いないんで。ではお願いします。いきます。3、2、1スタート。来た。これができましたよ。いや本当今日本中のコーヒー屋さんに必要なのは僕はアイレアだと思うけどね。手抽出がもうどのお店もやっぱり限界が来てるっていう。ブレるしね。
スタッフによって、うんそれを良しとするのもありだけど、そうですね。うんこの人に入れてほしいみたいなね。ただもう確実にこの味で飲んでほしいっていうのが僕はコーヒーの本質だと思うんですよ。まこの人だから美味しく出なくてもしょうがないやって、それってどうなんて思う、あ、その人の味みたいなところで。わかんないけど、この人に任せてみようでお金を払うのは、やっぱ値段によるかなとか思ったり。そうね、研修期間とかあってもうちでもやっぱまだブレるもんね。そうですね。なんで定期的なチェックをしてましたが、もうこれ導入したら必要ない、いやでかいよ。だって思った通りの味がお客さんに届くってね、僕らとしては一番こう抽出屋をやりたいわけじゃなくて、僕らがやりたいのって結局コーヒー屋じゃないですか。確かにもうコーヒー屋と抽出屋っていいかもしれないね。あ、確かにね、もう手で入れるのが抽出屋さんです、はい。その代わりクオリティは人によってブレますみたいな。だから自分一人で焙煎から抽出までしてる店はいいと思う、ただもう思い通りの味を確実に出すんであれば、こういうのをやった方がお客さんも僕らもハッピー。違うことができるんだもん、その間に。確かに研修もしなくていいし、研修費用とかもいろいろ考える。入れたその日から作れますからね。で事前に東京店でレシピ開発一緒にやろうみたいな日もあるから。しかもさ、この豆は温度をこう変えたいなとか、そういうこともできるわけじゃない。人ができないこともできる。例えば75度蒸らしで2投目90度とかで3投目また80度とかね、1投ごとにありえない温度の変化とかができるから、はい、まあ、言うなれば抽出のサーマルショックですよ。はい、はい、フラワーができた。ネオが2分46秒、フラワー2分50秒でした。4秒違う。ネオの方がちょっと早かった、そんなに、誤差の範囲内ですね。はい、じゃあ次深入りやってみましょう。はい、暮らしとコーヒーの動画。はい、続いて深入りを抽出してもらいたいと思います。レシピはこんな感じです。はい、よろしくお願いします。はい、行きましょう。あ、やっぱこうやって見るとドームの作り方が違うわ。V60 この時点でドームきれいにできてなかったもん。すごい。に対してフラワーとネオは割といい勝負でドームきれいっすね。日本のコーヒー屋さんってだいたいこっちの抽出まだ多いんですよ。僕も好きだしね。っていう時に「ごめん深入りはねちょっと難しいんですよ」とか「深入りはちょっとドームとか作れないんです」って言うと、もうその時点で「あ、じゃあもう使えない」ってなるじゃん。それを解消されてると。いやすごいですね。ドームの状態はほぼ一緒ですね。抜けもそんな変わんないんじゃないこれ。途中止めだからピンポンつったら外してみます。はい、外して、はい。どっちもなった。同時になったかも。はい。1秒差です。フラワーが2分46、ネオが2分45。ほぼ一緒。もう一緒ですねこれ。おお、さあ味をチェックしていきますか。暮らしとコーヒーの動画。
いやもうマジで比較検証が東京環境噛みすぎるっていう。今までこれ一個一個やってて合計4回ドリップしてたのがちょっとねかなり気持ち的にねいしいくかみたいなよーしドリップするかみたいなね、はい、ところが楽になりましたね。4種類のコーヒーがはい一瞬で揃いましたが、お楽ちん、抽出時間もほぼ変わらず、そうですね。味これで変わったらねっていうね。はい、はい、では飲んでいきましょう。朝入りはルワンダを使いました。朝入りルワンダ、はい、ネオルワンダ、ネオルワンダ、はい、フラワールワンダ、フラワールワンダ、はい、どっちも美味しそうですね。名前でもうすでに美味しそう。これネオマンデリン、ネオマンデリン、おお、フラワーマンデリン、フローラルなのかって思っちゃうけどね。フラワーマンデリン、はい、ネオのルワンダからいただきます。はい、いただきます。お、あ、ジューシー。おお、すごっ、濃縮感。はい、うまっ。美味しい。いや、ネオすごいね、やっぱな。はい、じゃあフラワーのルワンダ。フラワーのルワンダ。おお、なるほど、なるほど。では続いて深入りいきますか。はい、深入りネオのマンデリン。はい。なるほどね、なるほどね。はい。でフラワーのマンデリン。うわー、これさっきの V60 とネオの10倍難しい。はい。うわー。では夏見店長、はい。フラワードリッパーとネオドリッパー、はい飲み比べてみて、味わいの系統の違いはいかがですか？全然違う。はい、これがどっちに転ぶかですね。はい。頂上決戦ですからね。暮らしとコーヒーの動画。では夏見店長、はい。朝入りではい。美味しかった方、はい。こっちの手を挙げるとネオ、はいこっちの手を挙げるとフラワー。はい。はい。では塩水ドリッパーではい朝入りを美味しく入れれた方は、せーの、こっち。あ、一致しちゃったか。ネオ勝っちゃったね。ネオですね。これはネオですね。もうネオだね。明確にネオですね。ネオです。ネオで言いづらいみたいになってるけど。はい。では、はいネオのどこがどうだったのかっていうところを、どこが良かったのかっていうところを話していきたいと思います。はい。もう香りの強さと、はいはい。それからこの出てくる酸の味の情報ですね。綺麗なまま終わってくれるはいっていうところは、ネオの方が味わいがずっとクリーン、はいなままフィニッシュまでいくのに対して、はい。フラワーなんかちょっと最後強い味が残るんよね。そうですね。ジューシーといえばジューシそう、ーなんですけれども、こっちの方がインセンシティ高いのが好きっていう人はこっちの方が好きだと思うんだけど、でもね、ここでは出なかった味がネオで出る。はい。出てますね。はい。いやー、そっうかわー。朝入り好きな人はネオ、フラワー持ってても買ってもいいみたいな感じになりましたが、はい問題は深入りですよ。マンデリンってうちの一番象徴的なコーヒーで入れましたが、左手がネオ、右手がフラワうわーですが、僕これ結構明確に、うんでは、うん美味しかった方、はい。美味しかった方はせーの、こっち。あ、ちゃんとここ一致するね。はい。はい、美味しかったのはフラワーです。フラワーでした。これはこれはなんでそう思ったんでしょうか。深入りで出てほしい甘苦さ、はい。そして濃さ、はい。バランス、はいこれが全てにおいてフラワーの方がうまいです。そうですね。でネオはどうかっていうと、う割とやっぱまろやかですっきりに落ちちゃってるから、これは深入りとか2ハゼ以降に求める味では僕はない。なんか逆にウォータリーに感じない？あ、わかる。マンデリンのアーシーな感じとか、ハーブっぽさとか深入り特有のこう味みたいなのは、圧倒的にフラワーで、はい。ネオの方は確かにウォータリーっていうか、軽いさスッと飲める、スッと飲めるマンデリン。苦味とかそれなりにあるけど、なんかもうさーっていう感じで、っていう感じだよね。だからお店の環境とか飲みたいコーヒー何と一緒に飲むかみたいなところによっても全然変わってくるんだけど、ドヒーヤとして出てほしい味は圧倒的に僕はフラワーに出てたなと。朝入り好きな店主が焼いた深入り、これ深入りですかっていう感じの出方。なんで急に解像度が高い解像度高いなそれ。わかりやすい。わかりやすい、すごいわかりやすい。でもそうですよね。深入りじゃないけど君が深入りって言うならこれは深入りなんじゃないかなっていうそうですそうです。感じの
深入りさ加減というか、はいに対してもこれはやっぱいいっすよね深入りって、お店の人と肩を叩き合えるぐらいの、深入りってこうですよね。こうですよみたいな深入りみたいなところがもう明確に出てるのがはいフラワーの方だったと、はいまあ、最終的にみんなが気になってたのはフラワー持ってる人はネオを買うべきかどうかっていうところだったんですけど、あーそこの部分夏見店長どうですか？もうズバッと言っちゃってください。これはね、フルーティーなコーヒー。うんニハゼイゼンのフルーティーさが好きだよっていう人はもうネオを買ってください。うんでも中部開口の深み甘みが好きなんだよっていう人はフラワーのままで大丈夫です。そうですね、これさまたどっちみち世界中って今朝入りブームじゃん。はい、ネオ多分世界的なヒットになるよこれ、そうですね。深入りをこう偏愛してる日本であれば、フラワーっていうのはいい選択肢ではあるんですけど、こんだけやっぱ朝入りで差が出ると、ネオ強いな。二大巨頭だよね。二大深入りのフラワー、浅入りのネオ。はい、はまあ開発者がね、フラワーは深入り好きだから、そうですね。苦味系のフラワーと、でも朝入りのところは西と東みたいな。西と東の巨頭みたいな、はいという明確な差が出ました。はい。ネオもし買われた方は買って感想どうだったよみたいな、フラワーも多分持ってると思うんで、フラワーと比べて僕はこう感じたみたいなところはぜひコメント欄で教えてもらうと嬉しいです。はい。暮らしとコーヒーの動画。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画いかがでしたでしょうか？気に入っていただけましたら高評価、チャンチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。また X、インスタグラムと SNS もしておりますので、そちらの方もフォローいただけると嬉しいです。はい夏見店長のインスタアカウントもよろしくお願いします。はい、めっちゃ頑張ってます。はい、めっちゃ頑張ってるので、はいフォローよろしくお願いします。そしてはい、次の動画ですが、はい、ちょっと間は空くかもしれませんが、はい。このネオが果たして朝入りで最適解なのか、おー、そっかそっか。気になるよね。はい、塩水の中ではもうトップですね。はい、ただもう朝入りを入れるっていう時点で、はい絶対フラットボトムって避けて通れないんですよね。それですね。はい、なので、はいフラットボトムのドリッパーの中でこの Z1 っていう変わり種がこれどうなんオレアから出てきたり、まあ、他のフラットボトムもあるので、はい今度は朝入りコーヒー頂上決戦はいをやっていきたいと、はい。もうドリッパー勢力図が一気に変わるかもぐらい今年いろいろ出たので、はいこれからも暮らしとコーヒーはドリッパー検証がしばらく続きます、はいですのでチャンネル登録ベルマークを押して、配信をお見逃しなくよろしくお願いします。はいではまた次の動画でお会いしましょう。さようさようなら。はい、夏見店長、はい撮影お疲れ様でおした。疲れ様でした。まさかの結果ですね。そうですね。フラワーに買って欲しかった気持ちはなきにしもあらず。まあでも覆されるかもなってちょっと僕さんもさ思ってたじゃん。思ってた。いや正直 SCAJ で思ってた。やっぱりなっていうところですね。ただやっぱ深入りはまだまだフラワーの方が確実で、今これだけ世界中っていうか日本もだんだんこう朝入りフルーティーなコーヒーがこう侵食していってる中で、はいはい。そのせめぎ合いじゃないですけれども、うんこう深入りのコーヒーっていうのがどんどんと縮小されていってしまいそうな気もする。だからその中でやっぱフラワーっていうのは、やっぱ残しておきたいドリッパーの一つでありそうでますすね。ね。やっぱ塩水の中では圧倒的に未だに優秀ですからね。はいただ朝入りがちょっと差が大きくなったかもな。V60 ネオとっていうね。フラワーネオが来るのか。しかも1900円ですからね。皆さんもう朝入りと深入りでコーヒーの楽しむベクトルが違うから、もうそこもちょっともう違うのよ。分けて考えた方がいい。コーヒーのくくりが大きすぎるよ。そう決していがみ合う必要はないんだけど、はい朝入り派と深入り派がね、はいどっちもコーヒーだしどっちも美味しいから、はいはい、ですがまあそれに合った道具っていうのはそれぞれあるよねっていうことがね、分かっていただけたらとても嬉しいです。はいどうもありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。ね、結局さ、はい。どうしますか？うちのドリッパー今フラワーですけど、もう分けますか？やっぱり朝入り系のドリッパー、深入り系のドリッパーみまあたいな。そう分けた方が分かりやすいよね。うん朝入りはそうですよ朝入りが好きな人はこれ、深入りが好きな人はこれ。はい。まずとりあえず東京店にしかネオないんで、もう多分在庫がないよね。きっと在庫がないはなんでまあとりあえずネオは東京店ははい。やろうと。
売るじゃなくて、あ、ちょっとそこは考えます。はい、ネオで抽出ができる、ネオでお店のカップは作るみたいなところは、やってもいいんかな。ちょっと現場と相いや談ですけど。本当にそれは検討した方がいいぐらいのそのレベルで、はいハゼ前はもうネオで入れますっていうか、まあフラットボトムなのね。じゃあ朝入りコーヒー頂上決戦またやらないといけないっていうね。これアフタートークでしょ。はい、じゃあ締めお願いします。夏美さんはい。ルワンダってこんなに美味しかったんだっていうぐらいうまいね。ネオやばい。うまいね。冷めてくるともう明確に差がまた出て、開いてきた感じはするよね。ネオフラワー V60 って感じのジャムね。深入りも同様よ。あ、そうですね。深入りはもうフラワーの方が圧倒的に今うまい。この温度が下がった時に本来わかるからね。全然違うわこれ。あれ、僕さんの全然違うわ。はい。はいこんな感じです。僕のは。全然違うわ。